どうも、ダイキングです。今回はですね、Google I/O2022 ですね、Google の発表会ございました。これね、毎年あるんですけども、ここではね、あんまりそのハードウェアっていうか、新製品っていうのはあんまり出ないんですけども、今回なんとね、めちゃくちゃ登場しました。まあ予想されてたね、製品とかはもちろんなんですけども、それに加えてね、それ以外の製品、今後の製品ですよね。こういうのをやっぱこれから出していきますよっていうのをですね、まあなんと、2023年ですね。まあもうちょっと先の話までね、これなんともうね、Google 自ら全部話してしまうというね、ちょっと驚きの内容だったんですけども、まあなんで自分でこう秘密をね、暴露するみたいな。で、今回ちょっと発表された製品、これ全てお話ししようと思うんですけども、今回大きく分けるとね、3つの製品に分かれておりまして、まずはもうすぐね、この夏に登場はするっていうね、製品ですね。これがまず2つ、ございまして、でその次に、今年の後半ですね、具体的に言うと秋とか、多分10月ぐらいになると思うんですけども、登場するっていう製品。で、最後3つ目がですね、こう2023年、最初言った通り、来年にこういう製品を今出す話がありましたので、これもなんか Google も自らね、もうなんかリークされる前に先に出しちゃえみたいな感じですよね。今回全部紹介していきたいと思います。特に今後ね、ピクセルシリーズとかね、気になる方、ぜひ最後までね、ご覧いただければと思います。もうとりあえず今回見た印象としてはかなりもう本当に Apple を意識してるとしかね、思えないような内容になっておりましたので、一応今回紹介する動画以外もですね、日々役立つガジェットのレビューとか、今後のね、Apple 製品について、お話ししてますので、できる限りね、わかりやすくね、今後も発信していきますので、気になる方はぜひ赤いチャンネルボタンとね、横の通知ベルもね、これ一緒にぜひ押していただければと思います。いやー、いつもありがとうございます。ボタン押してくれましたかね。準備大丈夫でしょうか。ではね、始めていきたいと思うんですけども、まずはね、もうすぐ登場ですね。本当もう夏頃発売される、製品、Pixel 6a。と Pixel Buds Pro、こちらの2つになりますね。まずは Pixel 6a ですね。Pixel っていうのが、これ何かっていうと Google が出しているスマートフォンですね。Pixel 6が今、最新のモデル、Pixel 6と6 Pro っていうのがね、出てるんですけども、その廉価版ですね。Apple のiPhone でいう iPhone SE みたいな、ちょっと機能とか抑えた分価格もこう安くなってるっていうね、モデル。これも毎年大体 A モデルっていうのがね、出てるんですけども、Pixel 6a はですね、デザインは Pixel 6、ほぼ同じような形なんですけども、画面とか、本体サイズ、ちょっと小さくなった、少し小型になったね、モデルになっております。価格がですね、53,900円。Pixel 6とかよりもちょっとお手頃な価格、設定にはなってますね。見てわかる通りですね、デザインとかは、本当同じようなカメラ部分とか、こういうこのね、棒みたいなやつとか、ガラスとか、正面のガラスとか、そういうのは同じですね。背面のガラスはちょっとね、薄いものに変わってるみたいなんですけど、ただ中身のソフトウェアに関しても、Android っていう形でね、もちろん同じなので、機能的なところもね、基本的には使える機能としては Pixel 6とね、変わらないかなと思います。また Google 独自のチップですね、テンサーチップかなっていうのも、使われてまして、それも同じなので、機能的にも Pixel 6とか6 Pro、上の上位モデルと、全く同じようなね、形になるんじゃないかなと思いますね。Pixel 6とかもね、登場してから半年ぐらいはもう経ってるので、Google 自体がね、今ちょっとセールとかしてまして、6万円ぐらいで今買えるんですよね、Pixel 6も。それだったらね、Pixel 6、今だったらそっち買うかなっていう感じはするんですけどね、ほとんど今価格差がないんでね。じゃあ Pixel 6と 6a で何が違うのかっていうところなんですけども、主な違いとしてはディスプレイですね。ディスプレイとカメラ性能、結構大きな違いなんじゃないかなと思います。で、画面ですね、ディスプレイに関しては 6a はですね、6.1 インチ、6.7 インチの Pixel 6よりはちょっと小さくなってますね。で、画面のこの動きの滑らかさっていうのをね、表すリフレッシュレートっていうのがあるんですけども、そちらについては 6a に関してはね、60Hz になってるので、若干悪くなってるか劣るかなっていうぐらいですね。正直そんな変わんないと思うんですけど、Pixel 6が90Hz なので、カメラに関してはここはね、正直一番違うかなっていうところなんですけども、Pixel 6が50メガピクセルですね。なんで画素数でいうと大体5000万画素ぐらいのもの載ってるんですけども、それに対して 6a は 12.2 メガピクセルなんで、大体1200万画素ぐらい。もちろん画素数だけが全てじゃないんですけども、でまた 6a のこのカメラのセンサーっていうのが、ソニーのね IMX363 っていうやつを載ってるみたいなんですけども、これ何かっていうとピクセルのちょっと前のやつですね、ピクセル3から大体5で使ってたちょっと古めのねセンサーとか使ってるんですよね。もちろんね全然悪いっていうわけじゃないんですけども、ただピクセル6と比べたらちょっと差はあるんじゃないかなって思ってますけど、
ど、結構 Pixel 6のね、カメラ、僕も実際ね、使ってみたんですけど、綺麗というか、めちゃめちゃ綺麗だったんで、どれぐらい差があるのかっていうのはね、ちょっと実際見てみないと何とも言えないところあるんですけど、で、あとは簡単にね、スペック 6A の性能をまとめますと、容量に関しては 128GB、これのみになってますね。でメモリが 6GB。で、防水性能とかも IP67 とかなので、これ非常に十分かなっていうところですね。あと画面内の指紋認証とかも全く一緒ですし、もちろん 5G とかもね、対応してるので、特にこれ問題ないかなと思いますけどね。ただ注意点としてはやっぱワイヤレス充電、こちら対応してないので、ここはちょっと1個マイナスポイントかなと思いますね。で、この一緒に Pixel 6A と7月、一応21日予約開始っていうことみたいなんですけども、一緒にこれ予約開始されるのが Pixel Buds Pro ですね。つまりこれイヤホンなんですけども、Pixel Buds のA シリーズっていうのがね、今まであって、それがいわゆるApple でなんか AirPods みたいな感じで、今回この Pixel Buds Pro は本当 AirPods Pro みたいな感じで、いわゆるノイズキャンセリングが搭載された上位モデルっていう形で出てきましたと。AirPods Pro のなんか Google バージョンみたいな感じですね。で、価格がですね、税込み 23,800 円で、周りの音を打ち消すノイズキャンセリング。こちら搭載に加えまして、外の音をね、逆に取り込む、外部の取り込みモードっていうのも搭載されてます。で、接続も、マルチポイント、これ対応してますので、例えばスマートフォンからパソコンへの Bluetooth 切り替えとかもスムーズに、例えばじゃあ、iPhone とか Android とか、問わずに切り替え可能と。あとはGoogle アシスタントを搭載したりとか、なんで OK Google、音声アシスタント使えたりとか、IPX4 なので、防水というよりは防滴ですかね。汗とか、ちょっとした小雨ぐらいとかであれば問題ないかなと。で、デザインは今まであったその Pixel Buds、それの A シリーズと大体同じような形にはなってますね。ケースとかは基本的に一緒。カラーとかはね、ちょっと増えてるんで、ちょっとポップな感じではあるんですけど、縦長のね、なんかたまごっちみたいな感じで、なんか可愛い感じのね、ケースにはなってるんですけど、バッテリー持ちに関してなんですけど、本体のみで11時間の再生時間、音楽再生で、ノイズキャンセリングをオンにした状態で7時間、あるので、結構十分かなと思いますね。で、ケース含めると最大で31時間。使える。音質とかね、ノイキャン性能とかは、実際ちょっとね、使ってみないと何とも言えないんで、感じですけど、やっぱ AirPods Pro のね、対抗馬が、未だにね、ソニーのね、10X Mark IV ぐらいしか、あんまりないので、ちょっと頑張ってほしいなっていう期待はあるんですけども、この2つがですね、夏に登場ということで、これが予定されている製品でございました。ここからですね、この先、この秋に登場予定の製品、デザインが変わるですね、Pixel 7 Pro とついに正式発表来ました。Pixel Watch ですね。まずはちょっと Pixel 7と7 Pro ですね。これ見ていきたいと思います。こちらが先駆けてね、公開されました Pixel 7と7 Pro ですね。これもちろんね、詳細はまだまだ不明なんですけども、Pixel 6からデザインは変わるんじゃないかなと。特にやっぱカメラ部分がですね、なんかアルミニウム使われたですね、デザインが非常に特徴的ですね。特にこの白いガラス部分とね、なんかそのアルミのコントラストってね、言ってたんですけど、この組み合わせっていうのは非常にシンプルで、本当になんか Apple 製品みたいで、なんかこういう製品ね、Apple でもなんか出してなかったっけって思うぐらい、iPhone とかにありそうなね、デザインだなって思いました。あとはカラーとして、グレーの背面とか、あとなんかそのゴールドの配色のものだったりとか、あとなんかグリーンみたいなね、カラーもなんか画像の中ではあったので、マットブラックのね、7 Pro とかもね、結構かっこいいなっていうね、感じはありましたけど、高級路線にね、Pixel 6でちょっと変わって、結構売上好調みたいでですね、うまくいったので、やっぱりなんかちょっと iPhone みたいにそっちに路線変えていくのかなっていうね、感じはありますよね。Pixel 7 Pro はですね、次世代のテンサーチップ、Google 純正のもの搭載で、あと最新の Android 13載せて発売されると。それ以外はね、特に何も言及はなかったので、今後秋になってから詳細が出てくるかなというところではありますね。で、さらにこの秋に登場する製品がですね、Pixel Watch ですね。これくるくるとね、言われてはいたんですけども、ついに正式発表というところをですね、ようやくこのなんかね、Apple Watch の対抗馬として出てきたかなっていうものになります。Pixel Watch、こんな感じに仕上がっております。それがこちらですね。これが Pixel Watch でございます。美しいね、美しい丸みを帯びたボディステンレススチールを素材として使った非常にシンプルなね、デザインに仕上がっておりますね。で、右側面にですね、タクティクルクラウンっていうね、
呼ばれるらしいんですけども、というボタンがついておりまして、まあ完全にちょっとアプローチとなんか一緒ような感じなんですけども、まあタクティクルがなんか振動するとかね、触覚って意味らしいんで、まあなんか振動とかするんじゃないかなと思いますけども、まあバンドもですね、Apple Watch とかと同じように、まあつけたりこう外したりして、変えることがね、できるようなものになっておるということで、裏面もあったんですけど、これカラーに、ね、結構ね、かっこいい感じではありますけどね。まあデザインは結構丸くて、時計らしくてね、まあ結構ほんといいなっていうね、形ではあるんですけども、まあちょっと見てて気になることもね、ありました。どうかなっていうところもあって、ピクセルウォッチのね、画面がこう実際に動いてる映像とかあったんですけども、まあ画面の部分がですね、意外と結構まあ小さいなっていうところがあって、まあその画面周りの黒い部分、いわゆるそのベゼルっていう部分があるんですけども、結構ここはね、太いんじゃないかなってね、見てて思いましたね。やっぱ周りがちょっとね暗いんであんま目立たなく見せてる感じはあったんですけども、また結構まあ手に実際に装着している映像とかねこれ見てたんですけど、見るとね結構なんか存在感はあるかなっていう感じで、手に乗ってる感はなんかね割とあるんじゃないかなと思いましたけどね。なんでちょっと重さとかね、まあ詳細あんま出てなかったので、まあどれぐらいになるのかねちょっと気になるんですけど、映像見る感じだとおそらくまあアプローチとかのまあどうですかね、40から44ミリぐらいあたりのまあサイズ感なのかなっていう感じはしたんですけどね、この手に乗ってる感じを見ると。特にサイズとか重さですね、サイズの違うモデルがあるとかそういった話はまあなかったので、まあちょっと秋までのお楽しみかなっていう、まあおそらくワンサイズ展開になると思うんですけども、まあ10月とかになると思うんでちょっとお楽しみっていう感じですね。はい。まあ基本的にできることはまあおそらくアプローチとそんな変わんないんじゃないかなと思いますけど、やっぱり Google のサービスとかの親和性とかですよね。Android でまず使えるっていうのはやっぱ大きいのかなと思います。Apple Watch はねやっぱりiPhone でしか使えないので、 Google アシスタントねやっぱ使えたりとか、まあ例えばあと Google マップでなんか行き先をねこう指示してくれたりとか、まあそういったのはデモがありましたね。あとまあ Google ホームアプリとか連携して、例えば家のライトの明るさをちょっと調節したりとかね、温度を調節したりとか、まあ多分エアコンとかだと思うんですけど、これまあスマートホーム化っていうのはね、まあ基本前提にはなりますけども、まあこういった機能は結構便利かなと思いました。あとはまあ健康面ですね、ヘルスケアのところで、まあ Google 最近ですね、フィットビットっていうねスマートフォンじゃないスマートウォッチとかね、そういうヘルスケアに強い企業をですねまあ買収したので、そこの技術を使ってまあ Google Wear OS と合わせてフィットネス機能とかは結構強化してくるみたいですね。心拍数見れたりとか、睡眠の質トラッキングしたりとか、追跡とかですね、そういったところはまあ Apple Watch とかと同様に結構力を入れてくるのかなと。Apple Watch ね、さっき言ったように Android では使えないので、まあ、本当その Android で使えるスマートウォッチ、スタイリッシュなスマートウォッチのねこの一つの選択肢としてね、非常に Pixel Watch いいんじゃないかなと思います。 Android 版 Apple Watch ということかな。はい。これでなんかね終わりかと思ったんですけども、これで終わりかと思ったら、まだね、なんか最後にこれ発表された製品がございまして、これがなんかね、2023年にピクセルタブレットっていうのを今開発してますっていうね話が、これ最後アナウンスがありました。ただしこのピクセルタブレットに関しては、まあここに関してはね全くなんかそんな噂とかね情報もなかったので、まあちょっとびっくりしたんですけど、っていうかまあそんな別に言う必要あるのかって思ったぐらいなんですけど、なんかまあとりあえずもうバレる前に先にね言っちゃえみたいな、まあ Google は感じなのかもしれないですね。ただこのピクセルタブレットに関してはまあその本当にもう性能とか詳細については何もね、まあ一切語られなかったので、まあ何もわかりませんこれは。はい。まあ2023年のまあどっかでは出すみたいな、予定っていうことをまあとりあえずさーっと映像だけ流したみたいな感じですね。ただピクセルと同じなんかそのテンサーチップの搭載みたいとか、まあなんか映像でちょっとちらっと見えたのが、その背面にまあおそらくねこれキーボードとかをくっつけるまあコネクターですね、点みたいなのが背面についてたのが見えたので、 iPad だとねスマートコネクターって呼ばれるキーボードとかとくっつける接続するためのまあ磁石みたいな部分があるんですけど、点がおそらくそれと同じものなんじゃないかなっていうところで、まあ iPad みたいにですね一緒にこうくっつけて使えるねキーボードみたいなのも出てくるんじゃないかなと、まあ個人的には思いました。ということでかなり Google もですね Apple をもうほんと意識絶対してるだろうっていう風なねこのラインナップですね、まあパクってる感じはしたんですけども、ただまあこんだけいろんな製品出てくるっていうのは非常にこう楽しみだなと思いますね。皆さんはどうですかね、気になる Google 製品ありましたか？ピクセルのラインナップありましたかね。まあどの製品がね気になるかみたいなところもねコメントをぜひいただければと思います。まあ僕はやっぱりピクセルね7とか7 Pro だったり、まあやっぱりピクセルウォッチはね非常にこう気になりますかね。コメントでぜひよければ話し合いましょう。また新しい情報あればねこれ動画にしていきますので、気になる方はぜひチャンネル登録お願いします。横の通知よりもぜひ押してください。まあ Apple 製品ですね、まあ前回は次出てくるであろう Apple Watch シリーズ8とかについてもねお話ししてますので、ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバーイ。